イーロン・マスクが本気で政府を変えると語りました。おはようございます。ケンです。さて、本日ですが、3月30日にウィスコンシン州グリーンベイで開かれたタウンホールイベントで、イーロン・マスクさんは同時、つまり政府効率化省について語りました。単なる政治の話と思うかもしれませんが、実はこの内容、テスラの未来や僕たちの暮らし、さらには AI や自由のあり方にまで深く関係しているんです。今回の内容は必見です。イーロン・マスクさんが語った無駄のない社会と自由を守る未来。このビジョンがなぜ今必要なのか、そしてどのようにテスラの未来とつながっていくのか、この動画ではそのタウンホールで語られた内容を整理し、イーロン・マスクさんの本当の狙いを深掘りしていきます。ぜひ最後までご覧ください。今回のイベントが行われたのは、アメリカ・ウィスコンシン州のグリーンベイタウンホールイベントという形式で、イーロン・マスクさんが登壇し、共和党支持者や地元住民に向けて語りかけました。イベントの主な目的は、ウィスコンシン州最高裁判所の保守派候補ブラッド・メシルさんへの支持を呼びかけるものでしたが、イーロン・マスクさんが語った内容は単なる一つの州の選挙にとどまりません。イーロンさんの話の中心にあったのが同時、日本語では政府効率化省についてです。このプロジェクトは政府の無駄を洗い出し、税金の浪費をなくし、アメリカの経済的持続可能性を守るという壮大なビジョンのもとに動いています。しかもそこには彼の根本的な哲学、自由、責任、成果主義がしっかりと反映されています。この思想はまさにテスラや X、スペース X、ニューラリンクなどイーロン・マスクさんが手掛けるすべての企業に共通している軸です。今回はその一端をリアルな言葉と行動で見せてくれたイベントとなりました。イーロン・マスクさんが主導する同時、この組織は連邦政府の無駄遣いを削減し、効率性を向上させることを目的としています。イーロン・マスクさんは政府の無駄を削減するためにシリコンバレー流の迅速に行動し、問題があれば後で修正するというアプローチを採用しています。この手法はテスラでも見られ、急速なイノベーションを推進する一方で、規制違反や安全性の問題を引き起こすこともありました。同時の取り組みは政府の効率化を目指すものの、その手法や影響については賛否が分かれています。テスラのような企業文化を政府運営に適用することの是非や、イーロン・マスクさんの関与がテスラの経営に影響を及ぼしているとの指摘もあります。このように同時とテスラの思想は効率性と迅速な行動を重視する点で共通していますが、その適用には慎重な検討が必要とされています。さて、今回イーロン・マスクさんがタウンホールで最も強調したいのは政府による税金の無駄遣いです。彼のチームが運営する同時は政府の支出を徹底的に精査、その中で見つかったのはにわかには信じがたい数々の事例でした。例えば、米国の社会保険制度には120歳以上の存命者が700万人以上記録されていたと言います。もちろんこれは実在しない幽霊受給者の可能性が極めて高いとされています。さらに USAID、アメリカ国際開発庁を通じた海外支援では DEI 推進のためにセルビアに150万ドル、ベトナムの EV 推進に250万ドル、果てはペルーのトランジェスター向け漫画制作に3万2000ドルという支出も判明しました。もちろん国際支援そのものが悪いわけではありません。しかしアメリカ国内で多くの国民が経済的に苦しんでいる中で、こうした支出に納税者の理解が得られるのでしょうか。イーロン・マスクさんは政府は国民のお金を使っている、その一円一銭にも説明責任があると語られています。彼の問題提起は単なる政府批判ではありません。国民が主役であるべきだというシンプルな原則に立ち返ろうという呼びかけなんです。イーロン・マスクさんは今回のタウンホールイベントで選挙制度の根本的な歪みにも強く警笛を鳴らしました。その中でも特に問題視されたのが違法移民への社会保障番号の付与でした。イーロン・マスクさんの説明によると、バイデン政権下では不法入国者であっても簡単な手続きでソーシャルセキュリティナンバーが発行されていると言います。しかも身分証明書の提示も不要なケースすらあるとのことです。この番号が発行されると、
医療、福祉、教育などアメリカ市民と同様の公的サービスが受けられるだけではなく、中には有権者登録まで行っているケースも確認されたと報告されました。さらに一部では実際に投票を行った事例も確認され、現在国土安全保障省により刑事告発が進められているとのことです。これが意味するのは、納税していない者、市民権を持たない者がアメリカの政治に直接的な影響を与えている可能性があるという事実になります。イーロン・マスクさんは、これは民主主義の根幹を揺るがす問題だとして、選挙制度における本人確認の徹底、つまり写真付き身分証の提示の義務化を強く訴えました。また、今回のウィスコンシン州の最高裁判所の選挙においても、細工割りにより共和党が下院の議員を失い、全米のバランスが崩れる可能性があると指摘。だからこそ、この選挙は国家の未来を左右すると強調したんです。イーロン・マスクさんの活動を見ていると、テスラ、同時、これは全く別のプロジェクトのように思います。しかし、今回のタウンホールで彼が語った内容をよく聞いてみると、両者の根底には共通の思想が流れていることがわかります。それは、無駄をなくす、常識を疑う、システムの抜本的改革に挑むという姿勢です。例えばテスラが挑戦してきた自動車業界の常識破り、EV への転換、OTA アップデート、そしてロボタクシー構想に至るまで既存の仕組みに風穴を開けることがイーロン・マスクさんのミッションでした。それと同じように同時が目指しているのは政府機関という古くて硬直したシステムに透明性と合理性を持ち込むことです。実際に同時の活動では社会保障番号が20万件以上水増ししている、政府の購買ライセンスが実際の職員数の何倍にも膨れ上がっているなど想像を超える非効率や不正が明るみに出ています。イーロン・マスクさんはそれを税金の無駄遣いと断じ、企業の無駄を見直すように政府も見直すべきだと語りました。これはまさにテスラの工場やサプライチェーンを最適化してきたアプローチと同じです。そしてもう一つ重要なのがメディアの変更に立ち向かう姿勢です。イーロン・マスクさんは X の買収以降、思想の自由を守る場として再構築を進めてきました。それもまた情報の偏りを正すという意味で同時とつながる思想です。イーロン・マスクさんは今回のタウンホールイベントの終盤で同時の最終的な目標を語りました。それはアメリカ政府の支出をより効率的にし、無駄や不正を減らすこと、そしてそれによってアメリカの財政を立て直し、インフレを抑え、国民の生活水準を守るという明確なビジョンが示されました。この取り組みの背景には、イーロン・マスクさんの個人の自由と努力が正当に報われる社会を取り戻すという信念があります。同時はその手段であり、膨らみ続ける国家予算、隠された無駄遣い、監査不能な支出に切り込むことで、国の健全性を取り戻そうとしているということになります。印象的だったのは、タウンホール終盤に、今必要なのは未来のための行動だと強く訴えたことです。実際にこのイベントでは支出の見直しを進める中で発見された事例の一つとして説明のつかない支出や幽霊契約についても触れられていました。イーロン・マスクさんはそれらを政府の仕組みの中に隠されたブラックボックスと表現し透明性の必要性を強調しました。同時は単なる政治活動や行政改革ではありません。テスラやスペース X のように効率性と成果にこだわるイーロン・マスクさんならではのアプローチで国家の根幹にまで踏み込む挑戦です。今回のタウンホールイベントを通じてイーロン・マスクさんが伝えたかったメッセージはとてもシンプルでした。それは問題を放置せずテクノロジーと民間の力で未来を変えていこうということです。イーロンさんは決して政治家ではありません。しかしテスラやスペース X を通じて私たちの生活や価値観そのものに変革をもたらしてきました。そして今同時という形で政府の仕組みにまでメスを入れようとしているんです。一見風変わりに見えるこの活動も本質を見れば社会のアップデートそのものなんです。僕たちがこれからの未来にどう関わっていくのか、これはアメリカの話ではあるんですけれども、イーロン・マスクさんの言動や行動っていうのはそこに対する強いヒントをくれているんではないかなと思います。
はい。ということで、本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただき、ありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日の動画の最後にテスラに乗られている方にぜひ知っていただきたい保険のお話を少しさせてください。僕自身テスラオーナーとして日々感じているのがテスラの自動車保険についてです。テスラの場合、自動車の保険で困っている方が多いという現状があります。そんな中でテスラ専用の保険サービスが生まれました。それがテスラ専用保険代理店のアークエイドです。実際に対談させてもらいお話を伺ってみたところ、一般の保険ではカバーされにくい細かいトラブルにも対応してくれる、かなり心強い保険内容になっています。僕の YouTube でこのアークエイドさんと直接対談もさせていただいていますので、テスラに乗っているけど保険は普通のままと言われる方はぜひ一度チェックされてみてください。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。